こんにちは。今回は前回編んだ葉っぱ模様の編み方で、三角ショールを編んでいきたいと思います。はい、こんな感じになります。今まだね、途中なんですけれど、はい、カットワーク風の葉っぱ模様ですね。はい、こちらをずっと三角に編んでいっています。こんな感じです。で、こちらの方今回はわかるでしょうかね。この細い糸が入ってると思います。これはね、ミシン糸なんですね。こういう形で、あまり使わないミシン糸がたくさんありますので、ちょっと消費したいなと思いまして、ミシン糸を引き揃えて編んでいます。はい。ちょっとキラキラした感じになるんですけれど、ちょっとビデオでは分かりにくいですけれど、ミシン糸にツヤがありますので、ちょっとキラキラしている感じがします。はい。こういう形で編んでいきたいと思います。はい、材料です。今回は、ダイソーさんで購入しました、200円商品なんですけれど、ポリエステル系統、こちらのライムを使おうと思います。はい、とても大きなね、玉になっていますね。内容量が 150g になっています。長さの方をどこかに書いていましたね。約600メーター、はい、ありますので結構編めるかなと思います。この、はい、糸とそして今回ちょっと引き揃えをしたいんですけれど、こういうねミシン糸がたくさん家にあるんですね。あまり使わない糸なんですけれど、これ番号違うんですけれどパッと見たら似ているので、はい、この辺りの糸もう一つあったかな、こちらね143番と142番ほとんど変わらないですよね。でこちらの方もあまり変わらないので、この辺りの糸と引き揃えてやってみようかなと思います。はい、でかぎ針の方ですけれど推奨されているのが6号になってるんですね。かぎ針6号なんですけれど、この編み方があまりこう緩くなるとミシン糸の方だけが、飛び出るような形になってきますので、はい、5号の方でね編んでいこうと思います。どうしてもこちらは伸びないで、こちらは毛糸なので、多少伸びたりしますね。これちょっと試作でね編んでみたものなんですけれど、ミシン糸がこういう形で絡んでいくんですけれど、糸だけこのミシン糸だけがこうビヨーンと伸びたりするんですね。はい、こんな感じに飛び出したりしてきますので、かぎ針細めの方がいいかなと思います。はい、どうしてもねこう緩んでくるんですね、この辺りね。はい、なので、推奨されているより、1号、はい、小さいサイズで編んでいこうと思います。はい、そうしましたら編み図で説明していきます。最初はこんな感じになりますね。鎖編み斜めを編んでここで、はい、引き抜いて輪っかにします。はい、次は立ち上がり1を編んだら細編みを1234567回編みます。はい、ここの部分が鎖が出ているより、細編みが出る方が仕上がりがね綺麗と思いますので、細編みを斜め編みます。鎖編み4目で立ち上がりを入れたら、この立ち上がりを、長々編み1と数えますので、残り2目長々編みを編んだら、次に鎖を2編んで、ここの部分は長々編みを4目編みます。ここね、4回長々編みを編みます。はい、入れるのはこの、最初にできている、鎖の輪っかに側にねずっと入れていきます。はい、でここのところ鎖を2編んで、最後は、長々編みを3目編んでいきます。はい、1、2と、底に入れるんですけれど、最後のこの目ですね、この目を底に入れてしまうと次から往復編みをしていきますので、ここで、はい、隙間ができてくることになりますので、この目を編む時にこの鎖編みを、はい、拾って編んでいきたいと思います。後でね実際にやっていきます。はい、これが1段目になります。はい、2段目に行きます。2段目はこちらから、編んでいきますね。はい、この、鎖2のスペースのところから編んでいきたいので、引き抜き編みを3回します。はい、この目とこの目、そしてこのスペースのところに引き抜き編みを1回して、スペースから編み始めるようにしていきます。長々編みを編みますので、立ち上がりは鎖4になります。長々編みのシェル編みをしていくことになります。はい、長々編みを3編んで、鎖を2編んで長々編みを3編むという形を毎回この端の目でしていきますね。立ち上がりがありますけれど、はい、これを1目と数えますので、長々編み3、鎖2、長々編み3っていう形が毎回続くことになります。はい、シェル編みを編んだら、次は葉っぱを
2模様を編みます。はい、この葉っぱの編み方は前回、カットワーク風の葉っぱ模様っていうことで無印の朝バッグに貼り付けた編み方ですね。あれと同じになります。メスの方が少しね違います。前回は鎖編みを6目編んだんですけれど、今回は5目の葉っぱにしていきます。はい、2枚つながった葉っぱを編んでいきます。鎖編み5目を編んで、はい、鎖の上から2番目ですね、ここに糸をかけてここへ針を入れて引き出してきます。次からは糸をかけずに、はい、引き出すだけを1回2回3回しますね。針に、糸が最初の目が1個かかってて、かけた目がかかって、この目とこの目とこの目で全部で、はい、6目かかっています。針に6目かかった状態になったら糸をかけて2目ずつ外していきます。はい、最初はこの目を、はい、外しますね。2目外して、で次の目、そしてかけている目と最初にかかっている目もかけて引き抜くっていう形で5回引き抜いていきます。はい、反対側を編みますので、編み地の方をひっくり返して、この目からまた同じように、はい、糸を引き出してくるだけっていうのを繰り返します。はい、最初の目だけ糸をかけて1回2回3回4回引き出してきたら2目ずつ戻っていきます。糸をかけてこの目をまず戻って、はい、この目とそしてこの目、そしてかかっている目、この目も、外して全部で5回こう戻っていく形になります。はい、2枚目の葉っぱをそのまま引き続いて編みますので、鎖編みを5目編んだらここと同じことをしていきます。こちらの方へ、はい、行って、そして戻っていきます。はい、そして次にひっくり返す時ですけれど、こちらでひっくり返した時と逆に、倒す方が、編み目の方がねじれなくていいかと思います。こちらを編んだ時に右に倒したらこちらは左に倒すっていう形で、そういう風にすると割とねねじれなくていいのかなと思います。こちらの方もここまでずっと引き上げていって戻ります。で編み地を返して引き上げていって戻るっていう形になります。はい、この2つはずっとこうつながった状態になりますね。はい、今回は絶えず2個編む形になります。はい、前回のバッグを編んだ時は、1つのところがあったんですけれど、今回はずっと2つばかりつながった状態で編んでいきます。そしたら2段目はここで葉っぱをこの形で編んだので、はい、そのままで、はい、シェル編みを編みます。1段目で編んだこの、鎖2目のところに長々編みのシェル編みを編んで2段目がおしまいになります。はい、3段目に行きます。はい、またこのスペースから出していきたいので、そこまで引き抜いていきます。そしてこのスペースのところから立ち上がり、鎖4目を編んだら、はい、長々編みのシェル編みを編んで、はい、次は鎖9目から始まることになります。はい、鎖編み9目を編んで前段のこの葉っぱと葉っぱの間に細編みを編む。そして、葉っぱ2枚を編んだらシェル編みを編むっていう形になります。はい、4段目はまたこちらの方からいきますので、引き抜き編み3回を編んで鎖編み4目で立ち上がってシェル編みを編んで、はい、またこちらの方も鎖編みから始まることになります。鎖編みを編んで、そして葉っぱ2枚を編んで鎖編み9目を編んで、そして、シェル編みを編むっていう形になります。はい、ここのところが2回ずつつながるようになってきます。ここね、葉っぱ2枚、鎖2枚で、こちらの方はちょっとここの部分もちょっと乱れてきますけれど、はい、鎖2回、そしたら次は葉っぱ2回っていう形になっていきます。最初は、次鎖編みで始まるのか葉っぱで始まるのかっていうのが、分かりにくいと思うんですけれど、この葉っぱを絶えず3枚の葉っぱにするっていう形を、はい、意識づけしていると分かりやすいと思います。はい、そしたら今どこまでいったかな、4段目までいったので、次5段目は表を見て編みますので、鎖4で立ち上がってシェル編みを編んだら次はここ、はい、葉っぱから始まります。編み地を見ると鎖が2回、はい、編めていますので、次は葉っぱからっていう形になっていきます。葉っぱ鎖葉っぱ鎖で終わってシェル編みを編んでいきます。はい、6段目はここを見ると鎖2回続いていますので、葉っぱから編むっていう形がわかると思います。葉っぱ鎖葉っぱ鎖葉っぱで終わって、はい、7段目に行くっていう形でどんどん大きく、自動的になっていきますので、お好みの位置まで、三角形を広げていくっていう形で編み進めていきます。はい、そしたら実際に編んでいきます。
糸の方は、外側から取ろうと思います。糸端にこう出てて取りやすくなってるんですけれど、大きな玉がねコロコロするのもあれですので、はい、手作りのヤーンホルダーを使っていきたいと思います。はい、穴の中にこう入れてこう出してきますね。はい、こちらの方糸端がありますので、この糸端を使っていきます。これ引っ掛けてこちらのねバナナホルダーの方につけて、はい、ぶら下げて使っていきます。はい、ミシン糸の方はこういう感じでね糸縦に立てて、そして両方でね引き揃えて編んでいこうと思います。こんな感じですね。はい、最初は、鎖編みを編んでいきます。はい、糸の後ろから針を当てて1回転させて結び目を作ります。鎖編みを斜め編みます。1、2、3、4、5、6、7、鎖編みを斜め編んできました。はい、そしたら最初の目に針を入れて輪っかにします。鎖斜めの輪っかができました。はい、鎖編み1目を編んだら今のこの輪っかの中に細編みを斜め編みます。1、2、3、4、5、6、7、はい、細編みを斜め編んできました。はい、これが、三角の角の部分になりますね。一番先端部分になります。はい、そしたらここからは長々編みを編んでいきます。鎖編み4目で立ち上がりですね。1、2、3、4、鎖4目で立ち上がりを入れたら長々編みを編みます。はい、かぎ針に2回巻きつけて、はい、穴の中に針を入れて長々編みを編みます。1回、はい、もう1回です。はい、長々編みを2回編んできました。最初の立ち上がりの鎖4目も長々編み1目として数えますので、長々編みを3目編んだことになります。はい、そしたら鎖2を編んで続けて長々編みを4回編んでいきます。2回巻きつけたら輪っかの中に長々編みを編みます。1回、2回、3回、4回、はい、長々編みを4回編んできました。はい、反対側に行きますので鎖2を編んで長々編みをこちら側と同じことをしますので3回編んでいきます。1回、2回、はい、長々編みを2回編んできました。もう1回長々編みを編むんですけれど、入れる目ですが、今までこの輪っかの中に側に入れていたんですけれど、この側に入れるとどうしてもこう目がこのように動いてしまいますので、最後だけこの下にある鎖編みの目ですね、はい、この辺りの目、ここになりますね、はい、ここへ入れたいと思います。はい、2回かけたらここの目、ここへ入れて動かないようにしたいと思います。はい、糸取ってきて、2目2目2目と外しますね。はい、こんな感じにして、はい、ここだけ、目に入れるっていう形にしていきます。はい、そしたらこれが1段目なので次2段目を編んでいきます。往復編みで編んでいきますね。編み地の方を返します。はい、で次はこの前段で編んでいる鎖2のところですね、ここから編み始めをしたいので、ここまで引き抜き編みで進んでいきます。はい、ここはもう入れなくってその次の目ですね、ここに入れて引き抜き、はい、そしてここへ次の目ですね、ここに入れて引き抜いて、そして鎖編みのところに底に入れて引き抜き編みをして、この、はい、
ここのスペースのところから編み始めたいと思います。鎖編みを12344、はい、4回で立ち上がり、そしたら、長々編みを、はい、最初は2回ですね。12、はい、長々編みと長々編みの間は、はい、鎖2を編みます。同じスペースに長々編みを3回編みます。こういう感じでね、ちょっとミシン糸だけが残る場合がありますので、はい、一目一目ね、ちょっと気をつけて丁寧に編んでいかないと、はい、ミシン糸だけを取り残すことになりますので、そのあたり気をつけて編みます。はい、こういう感じですね。そしたらここから葉っぱの模様を作っていきます。はい、で前回編んでいるものは、鎖編み6目を編んだんですけれど、今回は少し小さめの葉っぱです。鎖編みは5目編んでいきます。はい、鎖5目を編んだら最初の目だけかけて入れますね。上から2つ目の目です。ここに針を入れて糸を取ってきて引き出すだけ。はい、次の目に針を入れて引き出す。次の目に針を入れて引き出す。はい、もう一目ですね。はい、かぎ針の方に6目かかった状態になったらかけて2目ずつ、はい、戻り目をします。糸をかけて2目戻ります。かけて2目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 ですね。はい、こういう形で葉っぱの半分が編めたことになります。次、裏返して入れる目はここですね。ここね、ここに入れます。2目目のこの穴のところに入れます。はい、最初は糸をかけて編みます。裏を向けて今の部分ですね、穴の中に針を入れて糸を引き出してくるだけ。次の目、はい、鎖編みの裏山と、こちらから見たら右の半目を開くことになりますね。はい、ここへ入れます。はい、もう一目ここになりますね。はい、かぎ針の方に6目かかったら2目ずつ戻っていきます。糸をかけて2目、糸をかけて2目、2目、2目、2目と外しますね。はい、葉っぱが1枚編めました。こちらは裏を向いた状態になっています。はい、もう1枚編んでいきます。1、2、3、4、5、鎖編みは5目です。はい、最初の目は糸をかけて編みます。上から2目目の鎖編みに針を入れて引き出してくる。1回、次の目も針を入れて2回、3回、4回引き出しますね。はい、針には6目かかった状態です。はい、糸をかけて2目ずつ戻っていきます。1回、2回、3回、4回、はい、5回戻ります。はい、今度はこの目に入れるんですけれど、先ほどこのように左側に倒しましたので、今度は反対向けて倒します。こちら右側の方へ向けて倒します。はい、糸をかけてここに入れます。引き出していきます。1回、2回、3回、4回、4回引き出したら、はい、針に6目かかったことになります。はい、糸をかけて2目ずつ戻ります。1回、2回、3回、4回、はい、5回戻ってきたら葉っぱが2枚作れた状態になります。はい、そしたら裏を向いた状態ですね。はい、この状態で前段のこの鎖2のところに行きますので、はい、長々編みを編みます。はい、針に2回巻きつけたら前段の鎖2のスペースのところに長々編みを編みます。1回、2回、3回編んだら鎖を2回編んで、そして
また同じところに針を入れて長々編みを3回編んでいきます。1、2、3ですね。はい、こういう形になります。はい、これが2段目になります。葉っぱ模様が真ん中に、はい、できたことになります。はい、次3段目を編んでいきます。ミシン糸が緩んでいたらちょっと引っ張って調節してあげます。はい、編み地を返して、このスペースのところまで先ほどと同じように進んでいきます。はい、引き抜き編みをこの目とこの目、そしてスペースのところに行きます。ここに入れて引き抜き、はい、次の長々編みに入れて引き抜き、スペースに引き抜きをします。はい、ここから始めていきます。立ち上がりは鎖編み4目を編みます。長々編みを、はい、最初は2回ですね。この立ち上がりの鎖を1と数えますので、はい、長々編みを2編んだら鎖を2編んで、反対側は長々編みを3回編みます。シェル編みになりますね。ミシン糸を残さないようにちょっと気を配りながら編んでいきます。はい、そしたら次はこの葉っぱと葉っぱの間のここに行くんですけれど、鎖編みを編んでいきます。鎖編みは、9回9目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、鎖9目を編んだらこの葉っぱと葉っぱの間ですね。はい、次へ行きます。次は葉っぱ模様を編んでいきます。1、2、3、4、5、鎖を5目編んだら葉っぱ模様を作っていきます。はい、2段目の鎖に針を入れて引き出す。1回、次2回、3回、4回ですね。4回針を入れて引き出してきます。はい、2目ずつ戻ります。糸をかけて、はい、2目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 と戻ります。はい、反対を向けますね。編み地を返して糸をかけて、はい、ここになりますね。はい、1回、2回、3回、4回、4回引き出したら2目ずつ戻ります。1回、2回、3回、4回、5回戻って葉っぱが1枚編めたことになります。はい、このままの状態で次の葉っぱを編みます。1、2、3、4、5、鎖編み5目を編んだら糸をかけて 2番目の鎖ですね、ここに針を入れて引き出してきます。はい、次の鎖、次の鎖、はい、次の鎖ですね。はい、針に6目かかったら2目ずつ戻ります。1、2、3、4、はい、5回戻りますね。はい、次は先ほどはこう倒しましたので、今度こちらを向けて倒します。ここから、はい、入れていきますね。1回、2回、3回、4回引き出してきたら戻ります。2目ずつ戻っていきます。3、4、5回。はい、こんな感じで葉っぱが2枚作れたことになりますね。はい、次入れるのはここになりますね。はい、なので、はい、葉っぱの向きがくるくるしていますので、ここの細編みが表になっているのを確認して、そして葉っぱは裏になってますね。裏、そしてこっちが表になった状態でここへ行きます。糸を2回かけて長々編みですね。
2回かけて長々編みをここは3回編むところですね。はい、はい、2回3回ですね。はい、長々編みと長々編みの間は鎖を2目編みます。はい、長々編みのシェル編みをします。1回2回3回、はいはい、3段目を編んだらこんな形になります。はい、ここから始めましたね。はい、鎖4目で立ち上がってシェル編みをして鎖9目を編んで前段の葉っぱと葉っぱの間に細編みを編みました。そして葉っぱを2枚を編んで前段のこの鎖編み2のところにシェル編みを編んだ状態になります。はい、こんな感じです。はい、そしたら次の段に行きます。編み地を返します。4段目だね。はい、4段目を編んでいきます。はい、またこのスペースのところから編み始めをしますので、はい、引き抜き編みを3目編みます。1回2回そしてスペース3編んでここから編み始めますね。はい、1、2、3、4立ち上がったら長々編みのシェル編みを編みます。鎖は2ですね。そして長々編みを3、1、2、3ですね。はい、次はここにつなぎますので、鎖編み9目を編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、先ほどこっちから編んだことと同じことをしますね。はい、そしたらこの葉っぱと葉っぱの間に針を入れて、はい、細編みを編みました。次は葉っぱ模様になりますので葉っぱ2枚を編みます。12345、5、はい、葉っぱを2枚編んだらこの状態のままで次へ行きますので、次はここの鎖編みですね。この鎖編みを底に拾って、はい、細編みを編みます。はい、こういう形になりますね。はい、そしたら次はここに行きます。鎖編みを9目編みます。123456789、鎖9目を編んだら糸を2回かけてこのスペースのところに長々編みですね。シェル編みを編みます。2回3回鎖を2回長々編みを3回ですね。1、2、3、3ですね。はい、4段目になります。表裏がだんだん分からなくなってきますので印をつけておいた方がいいですよね。こっちがこの一番最初の、はい、目が表になっていますのでこっちを表にしますね。はい、なのでここに印をつけて、これが1段目、1段目はこっちからこう編みました。2段目はこう、3段目、4段目を編んだところになりますね。はい、こんな感じです。はい、次5段目を編みますね。はい、はい、編み地を返します。はい、そしたらまたこのスペースのところから始めていきますので引き抜き編みを3回します。1回、2回、はい、スペースに3回目を入れます。はい、こんな感じですね。ミシン糸だけがピョンと飛び出ないように、はい、ちょっと気をつけながら編んでいきます。はい、立ち上がりは鎖4ですね。はい、鎖4を編んだら長々編みをここは編むところなのでシェル編みをします。
はい、間は鎖2目、はい、反対側は、長々編みを3回ですね。1回、2回、3回。はい、次は葉っぱから始まります。はい、鎖編み5、1、2、3、4、5、鎖5を編んだら葉っぱを作ります。3、4、5と戻ります。そして入れるのはここですね。スペースのところにそこに入れて細編みを編みます。はい、これが5段目、ここから始まってますね。立ち上がり4を編んでシェル編みをして葉っぱ模様を2つ編んだことになります。そしたら次はここへ行くんですけれど、鎖編みで進みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、鎖9目を編んで、この葉っぱと葉っぱの間の目ですね、はい、入れやすいところに入れて取ってきて細編みを編みます。はい、次は葉っぱ模様になりますね。ここに2枚ありますので3枚目を作ることになります。3枚の葉っぱを作りながら編んでいきますね。1、2、3、4、5を編んで葉っぱを作ります。どうしてもこのねミシン糸を置いていきがちなので、そこはね気をつけながら編んでいきます。1、2、3、5、編み地を返してここから1、2、3、4と戻ります。2、3、5、はい、2枚目の葉っぱです。もう葉っぱ2枚を作るのはセットになっているので、はい、葉っぱを1枚っていうのは今回はありませんので、絶えず、葉っぱを2枚作って次へ行くっていう形になります。はい、5を編んだら最初はかけて、1、2個目ちょっと鎖ちっちゃかったな。1、2、3、4、1、2、3、4、5、はい、編み地を返して最初はかけて1、2、3、4、戻ります。はい、スペースのところに入れますのでここへ入れて細編みです。はい、これでここに葉っぱが3枚できたことになりますね。葉っぱはずっとね3枚作っていきます。はい、そしたら最後は鎖編みですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、鎖9を編んだらそのままで長々編みを編みます。はい、ここに入れてシェル編みをします。2、3、1、2、3、はい、2回かけて1、2、3、はい、鎖は2、長々編みですね。はい、ちょっとね針外してしまうとミシン糸の目がよじれるので針はね外さない方が分かりやすいと思います。それで5段目を編んだらこんな感じになります。はい、ここから始めていきましたね。立ち上がってシェル編みを編んで葉っぱ2を編んで、はい、ここで細編み
鎖9を編んでここで細編み、葉っぱ2を編んでここで細編み、鎖9を編んでシェル模様っていう形で、5段目を編み終わりました。はい、次6段目になります。はい、編み地を返してまたこのスペースのところから始めていきますので、引き抜き編みを1回2回3回編んだらシェル模様、シェル編みですね。34の、はい、長々編みが2回、はい、鎖を2編んで、はい、シェル編みですね。長々編みが3回、1、2、3、はい、次は葉っぱからになります。次に、葉っぱを編むのか鎖編みを編むのかっていうのの見分け方っていうんですかね、はい、そちらの方なんですけれど、はい、下の段を見て2つ鎖がありますね。はい、2つ鎖があったら次は葉っぱっていう形になります。はい、そしたら葉っぱを編んでいきますので、立ち上がりが5、はい、で2目目から葉っぱを編みます。1、2、3、4、はい、2目ずつ戻ります。4、5ですね。はい、裏表の状態で、はい、ここの鎖編みのところですね、ここに細編みです。はい、葉っぱ2枚を編んで細編み、はい、次は鎖を9編みますね。1、2、3、おっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9編んで、葉っぱのところに、はい、細編みを編んでから次は葉っぱになる。この葉っぱのところは3枚ずつ、はい、3枚の葉っぱになるようにしていきますね。はい、そしたらこのままで、次が葉っぱ、そして鎖編み、葉っぱっていう風に、はい、交互に編んでいきます。端まで編んでいきます。はい、そうしましたら6段目がこんな感じになっています。はい、編んでいくのはこっちからね、裏を向けて編んだ状態になりますね。はい、立ち上がりのシェル編みを編んで、葉っぱからスタート。葉っぱ鎖、葉っぱ鎖、そして最後は今葉っぱを2枚編んだところでシェル編みになります。はい、この状態のままで糸を2回かけて、ここのスペースのところに入れてシェル編みを編みます。長々編み3目ですね。1回、2回、3回、そして2目鎖、はい、長々編み3目。ここの部分はいつも一緒になりますね。このね、糸だけが残るのを、はい、気をつけます。はい、そしたらこんな感じで6段目が編み終わりました。6段目は編み図でいうとこういう風になっていますので、こっちから編んだ形ですね。はい、なのでこれがこうですね。立ち上がってシェル編みを編んで、葉っぱ、そして鎖、葉っぱ、鎖、葉っぱ、シェル編みっていう形で、はい、編み図のようになっていますね。シェル編みを編んで葉っぱ、鎖、葉っぱ、鎖、葉っぱを編んでシェル編み、はい、こういう形で大きくなっていきます。編み地の方はここが鎖が2編めたら葉っぱが2っていう形になりますので、次7段目を編む時は鎖から始まるっていうことがここで分かってきます。はい、ここまで、引き抜いて、そして立ち上がってシェル編みを編んだら次編むのは、はい、鎖編み9目から始まるっていう形になります。ここね、
葉っぱ2枚続いているので、次は鎖からという形になります。はい、7段目はこんな感じですね。シェル編みを編んだら鎖を編んで、そして次は葉っぱ、鎖、葉っぱ、鎖、葉っぱ、そしてシェル編みで終わるっていう形で、この出来上がっている葉っぱが常に3枚こうねつながったようになっているのを確認しながら編んでいってください。はい、そしたらこんな感じにしていって、大きさをね、出していきたいと思います。はい、そうしましたらこんな感じで今これで、14段まで編んできました。編み終わった時はこの部分がこう伸びていて、はい、形の方がね、三角にはなっていないんですけれど、最終ここを止めていくと落ち着くのかなと思います。それまではねどんどん大きくしていきたいと思います。こういう形で、ミシン糸がこう中にねこう絡んでいる状態なんですけれど、ところどころこんな感じでミシン糸だけが飛び出ているところがあるんですけれど、仕方がないのかなと思います。なるべくね上手に中に編み込めていけたらいいんですけれど、はい、ちょっと、今回ねミシン糸を使って編むのが初めてなのでちょっとねあんまり上手じゃないですけれどこんな風になっています。はい、で今ここまで編んでちょっと気がついたことなんですけれど、この真ん中の葉っぱの部分よりもこの端の部分ですね、長々編みの目が、ちょっときつくなると余計にこういう風になってきますので、はい、ここの目があまりきつくならないように気をつけるっていうのもいいのかなと思います。ここですね、この横の部分ね、最終キュッキュッと引っ張ってあげて、アイロンね、スチームアイロンをかけると落ち着いてくるとは思うんですけれど、編む時も、気をつけながら編んだらいいかなと思います。次どっちから編むっていうのがね分かりにくくなるかなと思うんですけれど、これ2つずつこうなるんですね。葉っぱが2段、鎖が2段、葉っぱが2段、こういう形になっています。一番最初のところだけちょっと目がねちょっと違ってるんですけれど、ここをね最初葉っぱとこう編んでいますので、はい、こちらの段は2段ずつになってますね。鎖葉っぱ鎖葉っぱという風になってます。これが2段目で、ここのところだけが違うんですね。ここ葉っぱ1枚になって、次から2葉っぱに鎖に、葉っぱにっていう形になっていきます。なので次ねどちらの方から編み始めるのかなっていうことなんですけれど、ここまで、引き抜き編みでいったら、次はここはもうすでに葉っぱが2つ、はい、編めていますので、次は、鎖から編むっていう形になりますね。ここまで引き抜きます。こことこことここに引き抜いて、でシェル編み、シェル編みをあまり小さくねきつく編んでしまうと、ここの端の部分でこうギュッと縮まりますので、端のシェル編みをあまりこう細かくならないように気をつけながら編んでいったらいいかなと思います。はい、私もね初めてこの編み方をするのと、そして、ミシン糸をね引き揃えるっていう方法は、はい、初めて編んでいるのでなかなかうまくね目の調節ができないんですけれど、最後ここを編む時に、はい、きちんとね、目がこうぐっと、縮まるような編み方をしたいと思います。今これねシェル編みをしたので、次は、はい、鎖からっていう形ですね。葉っぱが2段続いていますので、次は、はい、鎖からです。2345678 9編んで、はい、ここに入れますね。はい、こんな感じになりますね。で次は葉っぱになります。ここに葉っぱが入ることで、はい、3枚の葉っぱができることになりますね。はい、交互に編んでいきますね。今鎖を編んだので葉っぱ鎖葉っぱっていう形で順番に編んでいくようになります。はい、そうすることでどんどんね大きくなっていきますので、私もまだこんだけしか編んでいませんので、はい、この続きをずっと、はい、編んでいって、最後ここのところの、始末をするところでもう一度ビデオを回したいと思いますので、このままね私も大きさを出していきますので、よかったら一緒に編んでいただけたらと思います。はい、今回はここで一旦終わります。はい、ありがとうございました。